でもこのループ線、はい、どうもです。今回なんですけども、こちらですね、高台の方から出る、単線のエンドレスの方、こちらの方こんな風にちょっと組んでいきました。ちょっとね、もう敷設を終えて、周りある程度、塗装を開始したりとか、あとここですよね、プロスタークロス使って地形の生成始めたりとか、ちょっとそういうところももう着手はしていってるんですけども、ひとまず、プラスタークロス固めた箇所とかもあるので、まず、走行確認の方やっていこうと思います。知らせるのはこちら。まずちょっと機関車短期でいきましょう。おっと、ここがどうもね、通電がここなんか通電難ありなんですよね。なんですかね。逆向きだと補助フィーダー今注文してるんですけども、そちら届くまでの間は最終的なちょっとね走行テストはできないんですけども、そして問題のループ線ですね。こんな感じで、そしてフレーキを使った石造りの橋ですよね。で、問題の電圧低下、この辺りからちょっと始まるんですよね。おっと、怪しいな。逆方向だと止まったところが今通過はできたんですけども、ちょっと怪しい動きしましたね。ちょっとこの辺りメンテナンスしてもう一回走らせてみたいと思います。ということでレールの方クリーニングの方をしましたので、ちょっともう一度ね様子を見てみましょう。相変わらずね電圧低下はあるんですけども、止まることなくとりあえずはで、ここは上りだから速度が低下してるのか、ここから先はね、本当は心配だったのはこっちなんですよ。石膏プラスター使った後だったので、どっかしら通電障害あるんじゃないかなって思ったんですけど、ループ区間の方が安定してきましたよね。では、次ちょっとこちらですね、赤い客車の方、こちらの、走行行きましょう。おっと、脱線してますね。よいしょ。ここですね、これが脱線してますね。そこちょっと待って、ちょっと待って、脱線してる。よし、大丈夫だな。やっぱこの辺もちょっとレール汚れてますね。再度磨かないとダメですね。もうこのループ線しっかりとね登っていってくれてます。これ R150 というかなり厳しいカーブなんですけども、おっ
これは電圧かな。あ、ここですね、これだ。プラスタークラス、ここの部分ちょっともう少ししっかり押し込んでおかないと車両に干渉しましたね。そういったところの確認も必要なんですけど、あれ、レール汚れがここ、電圧の低下がなんかやっぱりちょこちょこありますね。室内灯もすごくこうちらついてるので、全体的にレールはちょっとこれ磨かないとダメですね。で、問題ここからですね。下りなので止まることがないはずなんですけども、ここはまあ先ほどクリーニングしたので、でもここの電圧低下があるんですよね。で、おそらくここで加速、やっぱりね、ちょっとまだ不安定ですね。ですね、一応まあ予定ではこの付近に補助フィーダーを取り付ける予定にしています。で、これでこの辺りのちょっと電圧低下を補えたらいいかなっていうのと、あとここですよね、この付近ちょっと通電怪しかったので、この辺り、レールのクリーニングと、あとジョイナーに、接点復活剤ですね、そちらの方をちょっとやっていこうかなと思います。で、とりあえずこれでレールの配線の方はひとまず確定したので、まあそれで今こうちょっとねプラスタークロス固めていったりしているんですけども、こちらを進めつつ、あとまた、時々ちょっと走行動画撮ったりとかやっていこうかなと思ってます。ということで、今回の動画、高台の駅を発着する単線のエンドレス、ループ線のあるエンドレスの方、こちらの走行テスト、まあトラブルだらけだったので、まだまだこれはちょっと調整必要なんですけども、一旦走行の確認と、問題箇所の確認、そちらの方やっていきました。こんな感じで鉄道模型関する動画、投稿していきますので、鉄道模型興味のある方、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。